のささやきの朗読やあの名前を口にした瞬間から俺の耳が壊れ始めた。深夜の山道を走っていた帰り、眠気覚ましに寄った小さなドライブインがあった。看板は古く、照明は半分だけ点灯している。外の空気は湿っていて、人の気配は全くなかった。この店に入ったのが全ての始まりだ。中に入ると、レジ横に置かれた張り紙が目に入った。黒いマジックで雑に書かれた一文。この店で〇〇村の名を出すな。わけがわからなかった。だが、その言葉の塗りつぶされている部分が妙に気味が悪かった。隠しているのか、それとも読ませないためなのか。店内を見渡すと、奥のテーブル席に老人が一人だけ座っていた。カップに手を添えたまま、わずかに震えている。様子がおかしいと思ったが、眠気が限界だった俺はコーヒーを買おうと自販機へ向かった。その時だ、背後から乾いた声が落ちてきた。その名前はここで絶対に言うなよ。振り向くと、さっきの老人が立っていた。顔色は土のように濁り、片耳がただれて歪んでいる。言ったら最後、耳からあいつらが入ってくる。もう止められん。冗談にも聞こえない表情だった。だが俺は隠されている地名が妙に気になった。好奇心もあったし、眠気で判断力も鈍っていたんだと思う。俺は張り紙に近づいて、黒く塗りつぶされた下に透けて見えていた文字をつい読み上げてしまった。ヘイドメ村？これ何の村？読み終わる寸前だった。耳の奥でバチンと何かが弾けた。痛みではなく破裂音。鼓膜の裏側に爪のようなものが触れた感覚が走った。行ってしまったな。もう戻れんぞ。その瞬間、店内の照明がすべて落ちた。照明が落ちた瞬間、店全体が沈んだ井戸の底みたいに静かになった。外の白い街灯だけがかすかに差し込み、店内の棚や壁を薄い影の輪郭だけがなぞっていた。その静けさの中で、俺の左耳だけが、ゴボゴボと鈍く泡立つような音を立てていた。耳の奥に確かに何かが入ってきたんだ。痛みではない、生き物の重さがそのまま中へ押し込まれてくるような粘りつく感触だった。思わず耳に手を当てたが、皮膚の下を何かが這い回るように動いているのが分かった。触った指先まで震えた。その動きに合わせて視界の端が白く揺れた。棚の向こう、テーブル席の上に何かの塊がぼんやりと立ち上がるように形を持ち始めていた。老人の声が震えていた。来てしまった。お前が呼んだんだ。その名を口にしたから。暗闇の中で老人の片耳が揺れた。その耳の内部が黒い泥のように崩れ落ちそうに歪んでいる。これは病気でも怪我でもない。何かに内側から食われている。老人は自分の耳を服の袖で覆いながら言った。平留村は、今は地図にも載っとらん。村の者は全部耳から生えられて消えた。名を呼ばれんよう、外へ漏れんよう、村ごと封じたはずだった。言葉の最後は息に溶けた。店の奥から足を引きずるような音が近づいてきていた。床を爪で引っかくような乾いた音。重い体で布を引きずっているようにも聞こえた。
近づくにつれ、俺の耳の奥の生き物が反応するように暴れ出した。肉を押し広げ、奥へ潜っていく。喉の奥まで響くほど深い刺激が走り、視界が滲んだ。老人が俺の肩を掴んだ。指先は冷たく、骨のように硬かった。外へ逃げろ。ここは呼ぶ側と呼ばれる側の境目じゃ。お前の耳はもう印をつけられた。音を聞くたびにあいつらが近づく。逃げろと言われても膝が震えて立てなかった。暗闇の中でゆっくり確実に近づいてくる気配。その時店の入り口の自動ドアがガンと外側から叩かれた。2度、3度、規則的なリズム。さっき俺が口にした村名の音節と同じリズムで、へ、い、ど、め。へいどめ。その度に俺の耳の奥の何かが脈打ち、歯がガチガチとなった。老人は涙のにじむ声で言った。返事をするな。返事をしたら、外のそれはドアに入ってくる。だが耳の奥の生き物が返事を押し出すように喉の中で震えた。へ、い、ど。口が勝手に開きかけた。老人が俺の頬を叩き、痛みで少し意識が戻る。その一瞬でドアの叩く音が止まった。代わりにガラスに顔が張り付いた。俺の左耳と同じ形に崩れた穴の開いた顔が。ガラスに張り付いたその顔は俺の左耳と同じ穴を持っていた。崩れた耳の穴は黒く深く、まるでその先に別の空洞がつながっているようだった。ガラス越しでもそこから湿った空気が漏れていくのが分かった。老人が低い声でつぶやいた。もうお前の片方は取られた。呼んだ名の分だけそがれるんだ。理解が追いつかなかった。だが、ガラスに張り付いた顔の耳の穴が、そのまま俺の中の痛みと同じ形で、同じ大きさで同じ色だった。俺の耳は向こう側に渡されたんだ。その瞬間だった。店内の照明が一つだけ復旧し、短く青い光を放った。光がガラスを照らした瞬間、張り付いた顔はゆっくりと横へ滑るように動き、街灯の方へ消えていった。店は静かになった。老人は俺の腕を掴んだまま、震える声で言った。走れ。外へ出たら絶対に振り向くな。ヘイドメ村と同じように、後ろを見た者から順に持っていかれる。俺はすぐ外へ飛び出した。背後でガラスがきしむ音がしたが、決して振り向かなかった。街灯の白い光が途切れ途切れになり、まるで俺を追うように明滅し始めていた。一つ、二つ、三つ。音の数が俺の名前の音節と完全に一致していた。逃げても無駄だとすぐに理解した。あれは俺の名前を数えている。さっきの村名と同じように、呼んだ回数だけ削ぐんだ。駐車場に着く前、左耳の奥で何かが抜けた感覚がした。鋭くなく、ただ静かに、まるで何かを渡し終えた後のように。その直後、街灯が最後の明滅をした。5回。俺の名前を構成する音が全部揃った数だ。車のドアを開けた瞬間、背後の闇で人の足音がペタリとなった。ゆっくり確実に近づいてくる。老人の忠告が頭に浮かんだが、もう遅かった。ノイズ混じりの声が俺の首のすぐ後ろで囁いた。次はもう片方だ。
その言葉と同時に右耳に冷たい爪が触れた。触れただけで分かった。右耳も向こう側へ連れて行かれる。それから先の記憶は途切れている。ただ一つだけはっきりとしているのは、今でも夜になると右耳の奥でカチッと音が鳴ることだ。回数は決まって一つだけ。まだ片方残っているからだ。この話をすると必ず最初にこう聞かれる。どこで道を間違えたの？でもはっきりと言える。間違えてなんていない。家を出た瞬間から最初から最後までナビも標識も全部合っていた。異変はもっと手前から始まっていたんだ。あの日は夜に用事があって車で出かける予定だった。特別な理由ではない。ただ夜の方が道が空いているとそう思っただけだ。エンジンをかけいつもの道を走り出す。住宅街を抜け幹線道路へ出る。その時点では何もおかしいことはなかった。ただ一つ普段と違ったのはやけに車が少なかったことだ。信号で止まっても前にも後ろにも車がいない。青に変わると自分だけが動く。妙に音が少なかった。タイヤの音も風の音もどこか薄い。しばらく走るとナビが再計算を始めた。理由も表示されてはいない。渋滞も事故も出ていない。そのまま案内されるまま少し細い道へ入った。街灯が減り周囲が暗くなる。ここで引き返せばよかった。だがなぜかそうは思わなかった。しばらくするとラジオが一瞬だけ途切れた。砂嵐の向こうで誰かが息を吸う音がした。すぐに戻ったが胸の奥が少しだけ重くなった。その直後道の先に看板が見えた。古いドライブインの看板だ。見た瞬間懐かしいような知らないような変な感覚になった。行ったことはないはずなのに。看板の下には小さく矢印が出ている。ナビも同じ方向を示していた。その時ふと気づいた。時計を見ていなかった。慌てて目を落とすと時間表示が点滅していたんだ。数字が定まらない。そのまま進んでいたら戻れなくなる。そう思った。でもブレーキを踏む理由が見つからなかった。俺はそのまま
看板の示す方向へハンドルを切った。矢印の先に進むと、道は一気に細くなった。対向車が来たら、どちらかが止まらないと通れない、そんな幅だった。だが、対向車は来なかった。後ろから追いついてくる車もない。ミラーを確認すると、後方が暗すぎて、どこまで道が続いているのかがわからなかった。さっきまで見えていた街の明かりも、いつの間にか消えていた。ナビは黙ったままだった。案内も再計算も出ない。地図表示だけが薄く残っている。だがその地図がおかしかった。道路は表示されているのに、自分の位置を示す矢印が少しずつ遅れて動いているんだ。ハンドルを切ってから一拍遅れて画面の矢印が向きを変えた。まるで本当の動きは別にあるみたいだった。しばらく走ると、道の脇に使われていないガードレールが現れた。白い塗装は剥げ、ところどころ錆びている。その向こうは真っ暗だ。崖なのか、ただの林なのか、見分けがつかない。ヘッドライトの光が途中で吸い込まれる。地面に届かない。その時、急に腹の底が冷えた。走っている感覚が薄れてきた。エンジンの音はしている。スピードメーターも動いている。なのに、前に進んでいる感じがしなかったんだ。同じカーブ、同じ木、同じガードレール。気づいた。戻っているんではない。進んでいないんだ。何分走ったのかわからない。時間の感覚が完全に抜け落ちていたんだ。その時、視界の先に明かりが見えた。一つじゃない、いくつも並んだ黄色い光。そして道が少しだけ開ける。そこには建物があった。古いドライブインだった。さっき見た看板と同じ色、同じ形、同じ文字の書け方。なのにナビの地図には何も表示されていなかった。駐車場に入る直前、ふと強烈な既視感に襲われた。なぜだかわからないが、俺はここを知っているようだった。来たことがないのに、来たことがある場所だったんだ。駐車場に入った瞬間、エンジンの音が少し遠くなった。車を止めてもいないのに、音だけが先に離れていくんだ。俺は慌ててブレーキを踏み、ようやく車が止まった。周囲を見渡す。駐車場は広い。白線も引いてある。だが、車は一台も
止まっていなかった。それなのに地面にはタイヤの跡が無数に残っていたんだ。乾いた跡とまだ新しい跡が入り混じっている。建物の正面には大きなガラスの窓。中は明るくテーブルや椅子が見える。人影はない。ドアの横に営業時間の札がかかっていた。そこには24時間営業と、その下に小さく別の札がぶら下がっていた。朝まで。意味がわからなかった。車を降りると足元の感触が妙に軽い。地面を踏んでいるのに少し浮いているような感じがしたんだ。店の前まで歩くと自動ドアが音もなく開いた。中に入った瞬間、空気が変わった。外よりも少しだけ朝に近い匂いがしたんだ。コーヒーと油と長く使われていない布の匂い。店内は見た目よりも奥に長かった。入り口から見た以上に席が続いている。壁には風景写真が飾られていた。参道、夜の駐車場、暗いカーブ。どれもさっき走ってきた道だった。だが一枚だけまだ見ていない景色があったんだ。朝焼けの空とこのドライブイン。写真の下に日付が書いてある。それはなんと今日の日付だった。その瞬間、背後でドアが閉まる音がした。振り返ると入り口が壁になっていたんだ。外はどこにも見えない。代わりに店内の時計が目に入った。壁掛けの古い時計。針は午前4時58分で止まっていた。カチッという音がして秒針がほんの少しだけ動いたんだ。そして秒針がもう一度だけ動いた。59分。店内の照明がわずかに明るくなった。夜の光ではない。外が白み始めるあの時間の色だった。奥の席で誰かが立ち上がる気配がした。姿は見えない。だが椅子の数だけ確実に気配があったんだ。カウンターの向こうにいつの間にか人が立っていた。年齢も顔立ちもよくわからない。ただこちらを見ている。その人は、もうすぐ朝ですよ。それだけ言った。時計を見る。分針がゆっくりと6時を指そうとしている。その瞬間、頭の中にはっきりと浮かんだ。朝になったら、ここが外になる。外だった場所が全部
ここに回収される。俺は焦って入り口だった壁に手をついた。冷たく硬い。そしてびくともしなかった。背後で椅子が引かれる音が増えた。席が埋まっていく。カウンターの男が静かに言った。帰るなら今しかありませんよ。指さされた先に細い通路があった。最初からあったはずなのに、今まで見えなかった場所だ。通路の奥に薄く光るものが見える。それは車のヘッドライトだった。俺は考える暇もなく走った。通路を抜け、ドアを押し開けると、一気に冷たい空気が流れ込んだ。その瞬間、俺は車の中にいた。エンジンがかかっている。外は完全な朝だった。周囲を見る。あのドライブインはどこにもなかった。駐車場も建物もない。ただの見覚えのある山道だった。だが家に帰ってから靴を脱いだとき気づいた。靴の底に乾いた土と白い線がついていた。駐車場の白線と同じ形だった。今も夜明け前に車を走らせるとナビに出ない矢印が一瞬だけ表示される。俺は絶対にそっちを見ない。朝まで残ったら帰る側じゃなくなるからだ。あの人形を拾った日の夜から俺の部屋は一人じゃなくなった。深夜山間にある古いドライブインに寄った。帰省中で長距離移動をしており、疲れが限界だった。店内は薄暗く、蛍光灯は半分ほどしかついていない。客はゼロ。街灯の白い光だけがショーケースをかすかに照らしていた。コーヒーでも買おうと自販機へ向かったとき、足元で何かを踏んだ。乾いたパキッという音。拾い上げると小さな古い日本人形だった。髪は乱れ、着物はほつれ、片目だけを閉じている。人形のそばには値札が落ちていた。売約済み3000円。売れているのに床に転がっている理由がわからなかった。レジは無人で店員の姿もどこにもない。仕方なく棚の上に人形を戻そうとしたが、そこで違和感に気づいた。棚には全く同じ人形が並んでいた。10体ほど。全部同じ顔。ただし並んでいる奴らは両目が開いている。俺の足元に落ちていたやつだけ片目が閉じていた。胸の奥がざわついた。これは触れてはいけない類だと直感で分かった。そっと棚に戻し店を出ようとした。だが出口へ向かう途中、またパキッと音がした。振り返ると棚に戻したはずの片目の人形が再び床に落ちていたんだ。戻した位置からどうやって転がったのかわからないほど棚から距離がある。気味が悪くなり、レジ前に置きっぱなしだった俺の荷物を取りに行く。しかし、そこで息を飲んだ。
荷物の上にその人形が座っていたんだ。さっきまで床に転がっていたはずなのに、誰かが乗せたようにちょこんと置かれている。頭が真っ白になったが、店員を探そうと店内を見回した。店の奥の扉はわずかに開いており、暗闇しか見えなかった。その暗闇を見ていると、不意に背中がゾワリと泡立った。奥から何かがこちらへ視線を向けている。そう確信できる気配があった。俺はもう荷物ごと人形を持ち上げ、逃げるように店を出た。車に乗り込んでロックをかけ、深呼吸をする。ハンドルを握る手が震えていた。なぜあの人形だけが売り場から離れた場所に転がるのか。理解が追いつかないまま走り出した。ただその時はまだ間に合うと信じていた。しかし翌朝部屋の玄関を開けた瞬間、俺は終わったと思った。昨日置いてきたはずの人形が俺の靴の横に座っていたからだ。玄関にいた時点で人形はもう俺の家を知っていた。昨日のドライブインで置き忘れ、二度と関わらないつもりだった。だが、下駄箱の横に座ってこちらを向いているその姿を見た瞬間、思考が凍りついた。髪は濡れたように艶を帯び、片目だけ閉じたまま。だが、昨日よりもその閉じた目が深く沈んで見えた。まるで眼球そのものが奥へ引きずられているような。ありえない。車にも家にも鍵をかけた。人形が勝手に動いて入れる状況ではない。恐怖より先に混乱が押し寄せたが、俺はそのまま人形をビニール袋に押し込み、ゴミ置き場へ持って行った。ようやく終わったと思った。だが終わりはそこからだった。夕方、仕事から帰って玄関を開けた瞬間、足元にコロッと何か硬いものが転がってきた。ビニールを破ったままのあの人形だった。袋は引き裂かれ、手足に細かい擦り傷がついている。ゴミ捨て場まで数十メートルある。誰かが持ち帰ってきたならわかる。だが、それなら玄関のチャイムを鳴らして置いていくだろう。人形の背に貼られていた値札が目に入った。売約済み、3000円。数字だけが昨日より濃くなっている。そしてその下に、細かく震える筆跡で新しく書き足されていた。持ち主、田崎。それは俺の名前だった。全身の血が引いた。札を触っていない。誰がこんなものを書き足した？玄関に置いた瞬間、人形の閉じた目がカタリと揺れた。沈んでいたはずの眼球の奥に黒い穴が覗いていたんだ。嫌な気配に突き動かされ、俺は再び袋に押し込み、今度は車に積んで市外の粗大ゴミ処理場まで運んだ。職員に事情を説明し、焼却ラインに直接流してもらった。人形は炎の中に消えていった。燃える瞬間、閉じていた目がかすかに開いた気がしたが、信じないようにした。家に戻る頃は深夜。もう大丈夫だと心のどこかで無理に思い込んでいた。だが寝室に入った瞬間で終わった。布団の上に人形が座っていたんだ。炎で焼け焦げて、片目どころか顔の半分が炭のように黒く崩れている。そして胸元には焦げた値札が貼り付いていた。返品不可。その裏側に赤い文字で小さく細かく震えるように追加されていた。売り場へ戻れ。何度燃やしても捨てても、この人形は元の場所に戻ろうとしている。だが、もう一つだけ確実なことがあった。人形は俺を持ち主だと認識しているということだ。人形は戻りたい場所を間違えていなかった。俺は震えながら布団の上の人形を見つめた。焼け焦げて形が崩れているのに、
なぜか首だけは元の位置に戻っている。閉じた目の方が薄くわずかに震えていた。胸の値札、焼け焦げた返品不可。その裏に書かれた売り場へ戻れ。売り場、ドライブインの店内の棚。そこに戻りたがっている。だが、なぜ俺の部屋へ来る？そんなことを考えていると、部屋の空気が不意に変わった。湿って、重く、まるで誰かがすぐ背後に立っているような気配だった。耳元で髪が擦れる音がした。値札の紙が誰かに引っ張られているような音だった。怖くなって部屋から飛び出し、車の鍵を掴んで外へ走った。深夜の道路を無我夢中で走り続け、例のドライブインへと向かった。山の闇の中に白い街灯がポツンと浮かび、まるで待ち構えているようだった。車を止めて店に近づくと、自動ドアが勝手に開いた。誰もいない店内。昨日と同じ蛍光灯の半分だけがつき、ショーケースだけが薄く光っていた。棚を見た瞬間、呼吸が止まった。人形が10体並んでいる棚。その一番奥に焼け焦げたあの人形が座っていたんだ。まるで最初からそこにいたかのように。だがおかしい。10体のはずが11体になっているんだ。燃やして消えたはずがなぜ増えている？近づこうとした瞬間、棚の下からコトッと音がした。しゃがんで覗き込むと、俺が乗せた覚えのない買い物かごが置かれていた。かごの底には昨日拾った最初の値札が貼られている。売約済み3000円。その横に新しく書き足された赤文字。お支払いは持ち主本人。意味が分かった瞬間、背筋が冷えた。ここへ戻したのではない。ここまで俺を戻させたんだ。人形自身が売り場に帰るのではなく、持ち主である俺を売り場へ連れ戻した。そして、棚の11体すべての人形が、ゆっくりと同じ速度で片目を閉じた。焼け焦げた人形も、棚の奥のやつも、全部同じ動き。棚の上で小さな口が開いた。声ではなく、息のような音が漏れた。帰れ。俺は反射的に後ずさった。だが足が何かにつかまれた。足首に冷たい指が絡みつく感触。しゃがんで見た時にはもう遅かった。棚の下の暗闇から墨のように黒い腕が伸び、俺の足を店の奥へと引きずり込んだ。踏ん張る間もなく体が床を滑った。棚の下から覗く何十もの目。そのすべての目線が俺に合わさっていた。最後に見えたのは、棚の一番手前の人形が胸の値札をこちらへ向けて掲げる姿だった。焦げた紙にははっきりとこう書かれていた。売り場に戻すもの、持ち主。それがこの店の返し方なんだ。心霊スポット巡りの帰りに寄ったあのドライブイン。思い返すたびに、俺はあそこに入った時点で終わっていたとしか思えなくなる。その夜、俺と遠藤と工藤、そして田口の4人は郊外の古い廃集落を目指していた。地図にもほとんど情報が載っておらず、地元民の話でも近づかない方がいいとされる場所だった。道路沿いには空き地が並び、窓はどれも黒く、誰かが覗いていそうな、そんな気配がずっとつきまとっていた。
廃集落の中心には小さな神社の跡があり、鳥居は半分倒れ、祠は土に飲まれかけていた。俺たちは懐中電灯で照らしながら奥に進んだ。風がないのに竹林だけが揺れていた。その揺れ方が不自然で、4人同時に足を止めた。田口が突然後ろを振り返った。今、足音したよね。そういう声は震えていた。だが、工藤はライトを振りながら、獣だろうと軽く流した。それでも暗闇の向こうから聞こえた音は二足歩行のそれだった。重さが人間に近い。一定のリズムで土を踏む気配が途切れず続いた。祠の裏に回ったとき、遠藤が小さく息を飲んだ。何かを見たのか、手が震えている。問いかけても答えず、ただ一点だけを凝視していた。後で本人に聞いても、その部分だけ記憶が抜けている。そう言われた。嫌な空気のまま戻ろうとしたが、来た道が分かりづらく、少しだけ迷った。その間ずっと俺たちの後ろから一定の距離を保つ何かの気配だけがついてきていた。ようやく道路に出たとき、田口は小刻みに震えていた。ねえ、ちょっとどっかに寄ろう。その声を聞いた瞬間、俺たちの視界に小さな明かりが見えた。山のカーブの先、ポツンと浮かぶ古びたドライブインの明かりだった。4人とも心の奥底でこう思った。あそこにさえ寄らなければと。駐車場に車を止めた瞬間、エンジンの音が不自然に長く尾を引いた。切ったはずなのに低いうなりが一拍遅れて消える。4人とも何も言わずに、ただ顔を見合わせた。建物は古い。看板の文字は剥げ、店名は読めなかった。それでも中は明るく、ガラス越しに人影が動いているのが分かった。営業している。少なくともそう見えた。中に入ると空気が妙に湿っていた。冷房の効いた感じではなく、洞窟に近い。床は乾いているのに、足の裏だけがじっとりとする。客はまばらだった。カウンターに2人、奥のテーブルに1組。全員うつむいたまま顔を上げない。店員の姿は見えず、厨房から食器の触れ合う音だけが聞こえていた。田口が俺の袖を引いた。ねえ、さっきから後ろ見られてない？振り返っても誰もこちらを見ていない。なのに視線だけが残っている感覚が消えなかった。工藤が水を取りに行こうと立ち上がった瞬間、カウンターの客が同時に顔を上げた。動きが揃いすぎていて人間の反応ではなかった。その顔を見た瞬間、俺は言葉を失った。
目は合っているのに、誰の視線とも噛み合わない。焦点が俺たちの後ろに合っている。遠藤が小さく息を吸い、震える声で言った。まだ、ついてきてる。意味を聞き返す前に、厨房の奥で何かが落ちる音がした。金属が転がる乾いた音。続いて床をするような重い音が近づいてくる。のれんの下から影がにじみ出した。人の形に見えるが、視界が曖昧で床に溶けている。影は入り口の方向ではなく、一直線に俺たちの席へ向かって伸びてきた。田口が声を押し殺してこう言った。あれ、さっきの場所で感じたのと同じ。心霊スポットで背後にいた何か。それが形を変えてここまで来ている。俺ははっきりと理解した。この店は逃げ込む場所ではない。追いつかれるための場所なんだ。影は床を這うように伸び、俺たちの足元で止まった。触れていないのに空気だけが一段重くなる。息を吸うと喉の奥に鉄の味が残った。工藤が立ち上がろうとした瞬間、影が跳ねた。床から壁へ、壁から天井へと張り付き、店内の明かりを歪める。照明の輪郭が伸び、客たちの影が同時に揺れた。その客たちがゆっくりと席を立った。足音はしない。代わりに服の擦れる気配だけが近づいてくる。顔は見えない。首の角度が一定で、視線が俺に集まっているのだけは分かった。遠藤が俺の腕を掴んだ。その力が強すぎて指の感覚が残る。来てる。俺じゃない。お前にだ。理由を聞く前に背中に冷たいものが触れた。服の内側をなぞるようにゆっくりと。触られた場所だけ音が遠のく。工藤の声も田口の息遣いも別の部屋から聞いているようだった。田口が叫ぼうとして声が出なかった。口は確かに動いているのに、音だけが抜け落ちているんだ。その代わり、店内の奥で低い呼吸音が重なった。ふ、ふ、と同じリズム。心霊スポットで聞いた足音と同じ感覚だった。俺の視界の端で遠藤が首を振った。何かを見ないようにしている。影が俺の肩に集まり、形を結び始めた。人の上半身に近いが、顔の位置が定まらなかった。目があるはずの場所が何度もずれる。工藤が俺を引っ張った。外だ。今なら離れる。その瞬間、店の入り口のガラスが曇った。外から手形がゆっくりと浮かび上がる。
数は一つなんてもんじゃない。重なり合い、俺の肩の高さで止まったんだ。田口が震える声で言った。選ばれてる。なぜ俺なのかはわからなかった。ただ背中の冷たさがもう触れている段階を過ぎていることだけはわかった。そして影は俺の影と重なった。影が俺の影と重なった瞬間、体の輪郭が一度だけぶれた。自分の腕なのに重さの位置が合わない。肩から先が俺ではない何かに引っ張られていく感覚だけが残った。工藤が引き戻そうと俺の腕を掴んだが、その手ごと影が吸い寄せられた。指のかかりが空を掴んだように軽くなり、工藤は驚いた顔で手を離した。触れているのに掴めない。影の表面がまるで膜のように俺を覆っていた。客たちが一斉にこちらへ向き直った。顔は見えないのに全員の視線だけが俺に集まっていた。目があるはずの位置が空洞のように暗く沈み、奥の方で何かが動いた。田口が泣きそうな声で、もう出ようよ、と言い、遠藤は俺の背中に手を当てた。だが背中に触れた遠藤の手が俺の皮膚に吸い込まれかけた。すぐに引き戻したが、その手のひらには黒い影の跡が薄く残っていた。店内の照明が一度だけ明滅し、奥から聞き慣れた音が響いてきた。心霊スポットで聞いたあの二足の足音。後ろをついてきた何かが形を持ってここに来ている。入り口のガラスが曇り、無数の手形が現れた。それらはすべて俺の肩の高さで止まり、じわりと滲んで形を変えた。その中心が俺だった。その瞬間、工藤が叫んだ。おい、走れ！このままじゃ。言葉の続きを聞く前に、俺の首筋に冷たい重さが落ちた。影の手のようなものがまるで乗ったかのように、体の重心が引きずられ、視界が暗くなる。そして耳元で低い声がした。ずっと見てたよ。心霊スポットで後ろに立っていた何か。あれが最初から俺を見ていた。次の瞬間、体が勝手に動き出した。自分の足なのに歩幅が自分のものではない。歩くたびに何かが肩の中に入り込んでくる。工藤が腕を掴んで引き止めたが、俺の体は微動だにしなかった。笑い声とも呼吸ともつかないという音が俺の胸の内側から聞こえてきた。俺は口を開いた。動かしているのが俺じゃないとはっきりと分かった。その口から出た声は
自分の声帯を使っているのに、知らない誰かの声だったんだ。帰るよ。お前らもついてきたろ。工藤も遠藤も田口もその場で固まった。声が俺の声じゃなかったからだ。気づくと店の入り口の手形が一つだけ残っていた。俺の肩の位置と全く同じ高さで、今も時々肩が重くなる。誰も後ろにいないのに呼びかけるような息が耳元にかかる。あの夜ついてきた何かはまだ俺の中にいるんだ。あの杭を抜いた瞬間から俺の背中には誰かが乗っている。深夜、山間の古いドライブインに寄った。帰り道は人気がなく、街灯も白い明滅を繰り返しているだけだった。眠気がやばかった俺は、駐車場の端に車を止めて、外で少しだけ冷たい空気を吸おうとした。その時、足元の草むらで金属が風に揺れるような音がした。カラン、カランという音。近づくと草をかき分けた先に一本の木の杭が立っていた。木製だが頭に赤い布が巻かれ、根元には古い錆びた鎖が絡まっている。それはまるで何かを止めているような見た目だった。杭の横には小さな木札が刺さっていた。文字は薄れていたが一部だけは読み取れた。踏み入るな、風。この山にそんな金属地があったか。そう疑問に思い、木札を指でなぞった瞬間、杭がゆっくりと傾いた。ぐらついた勢いで根元が少し浮いた。鎖がギチッとなる。気味が悪くて離れようとしたが、すでに遅かった。足が何かに絡まって転んだ拍子に、杭を思いっきり掴んでしまった。その瞬間、ずるっと杭が完全に抜けた。手応えは土ではなかった。柔らかい肉を引き裂くような湿った感触。沈んだ穴の奥から冷たい風が吹き上がってきた。風の中に聞いたことのない声が混じっていた。という声。か細くて、だが近い。耳のすぐ横で囁かれたような感覚だった。俺は慌てて杭を穴に戻そうとしたが、もう入らなかった。穴は杭の形ではなく、まるで人の腕の太さに合わせて広がっていた。そして次の瞬間、背中全体が冷たくなった。何かが這い乗ったんだ。ゆっくり俺の肩の位置まで。呼吸が止まる。だが振り返れない。振り返ったら見てしまうと本能で分かった。その状態のまま車へ戻ろうとしたが、足が重い。まるで背中から力を奪われているようだった。なんとか車内に逃げ込んでドアを閉めた瞬間、背中に乗っていたそれが俺の右肩に手を回した。冷たく細い指。だが人間ではない角度で曲がった関節。指先が喉元まで滑り降りてきてそこで止まり、ゆっくりと押された。息が止まる。本気で死を覚悟した。震える手でエンジンをかけ、無我夢中で山道を出た。ドライブインの白い街灯が遠ざかる。なのに背中の重みは消えなかった。だから気づいた。あれは杭が封じていたものではない。杭そのものがあいつの腕だった。
完全に抜いたせいで封を解いたのではなく、繋がれた先の相手を引きずり出してしまった。家に着く頃には呼吸をするだけで肩がきしむほど重かった。そしてその夜、風呂場の鏡で自分の背中を見た瞬間、俺は確信した。肩に黒い指の形が5本くっきりと沈んでいたんだ。鏡に映った自分の背中はもう俺のじゃなかった。肩に刻まれた5本の指跡は普通のあざではない。皮膚の下に深く押し込まれている。まるで骨の内側にまで指が入り込んでいるような異様な沈み方だった。触れると冷たい。自分の体温とは明らかに違う。そして触った指先にかすかに脈のようなものが伝わった。俺の脈ではない。背中の何かの鼓動だ。その夜は怖くて眠れず、背中を壁につけて座ったまま朝を迎えた。しかし朝になっても指跡の冷たさは消えなかった。仕事に向かうために車に乗り込むと、背中のあざがじんわりと熱を帯び始めた。冷たかったはずの指の跡が今度は炭のように熱い。渦を巻くように肩の奥で動き出している。サイドミラーに映る自分の顔色が悪くなっていくのが分かった。目の下が黒く、頬がこけて皮膚が薄く乾いていく。まるで背中に乗ったそれに吸われているように。嫌な予感がして昨日のドライブインへ戻る決意をした。あの杭を抜いた場所にまだ何か残っているはずだ。参道の曲がり角を曲がるたびに背中の重みが増していく。まるで帰る場所を察知しているように肩の奥で指がギュッと締まった。ドライブインに着くと建物の前には強い風が吹きつけていた。街灯は揺れているのに音がしない。風の音がまるで吸い込まれているように周囲だけ異様に静かだった。杭があった草むらへ足を進める。距離が近づくほど背中の指がキリキリと骨を締める。呼吸を奪われるような圧迫感。杭の抜けた穴は昨日より大きくなっていた。土が沈み、地面が陥没している。そして穴の底には黒い濃霧のようなものが渦巻いていた。その霧の中から白くて異様に細い腕が2本突き出ていた。左右の腕が地面をゆっくり掘り広げるように動いている。土を掴んでは押しのけ、杭の跡をさらに大きく裂いていく。俺の背中の指の跡がその動きに合わせて震えた。まるで背負っているそれが穴の腕と同じリズムで呼吸しているかのようだった。すると突然風が止んだ。耳が痛くなるほどの静寂。その直後、穴の中から声がした。返せ。乾いた声。だが確かに俺を指していた。背中の指が骨を砕くほど強く締め上げた。膝が折れ、地面に倒れ込む。呼吸ができない。肩の奥で何かが引っ張られる。まるで背中の後ろから自分が引き抜かれるような感覚。穴から伸びた2本の腕が地面を引き裂きながらこちらへ伸びてくる。その動きの先端に黒い影がゆっくりと立ち上がった。杭の根元で封じられていた本体がついに地上へ肩を出した。背中の重みはもう乗っているというレベルではなかった。完全に張り付き、骨と骨の隙間に入り込んでいる。このままでは俺の体ごと穴へ引きずり込まれる。その時、影が太い腕で地面をつかみ、泥まみれの顔がゆっくりとこちらに向いた。視線が合った瞬間、背中のそれが震えた。逃げられなかった。あの影が顔を上げた瞬間、背中の指が一斉に開いた。穴から立ち上がった影は、泥にまみれた痩せ細った体だった。両腕は杭を押し返す時に潰れたのか、
関節が正しい方向を向いていない。だがその動きは確実に俺へ向いていた。目はなかった。代わりに穴の奥の闇とつながったような空洞が2つあった。そこから湿った風が漏れ、俺の背中のあざが同じリズムで脈打った。もう俺の背中と向こう側はつながっている。影は地面に爪を立て、ゆっくりと這い寄ってきた。土をかくたび、黒い霧が煙のように吹き出し、穴がさらに広がった。俺は必死で後ずさったが、足が動かない。背中のそれが骨ごと掴んで動きを止めていた。影が手を伸ばした。長い指は人間のものとは思えない角度で曲がり、空気を切り裂きながら俺の肩へと触れた。触れた瞬間、自分の体の重心が背中から外へ吸い出されるような感覚が走った。息が止まり、視界が裏返る。影が低く土をするような声で言った。返せ。よこせ。つなぎ落とした。意味はわからない。だが、俺が杭を抜いたことで、向こう側の誰かの鎖を引きちぎったんだと直感した。その代償を俺の体で払わされている。背中の指がさらに深く沈んだ。骨の隙間を割り、内臓へ食い込むような痛みが走った。俺は思わず叫んだが、声は途切れ途切れで自分のものとは思えない音だった。影が俺の肩に顔を寄せた。空洞のような目の奥で黒い霧が渦を巻き、そこから腕のような何かが伸び、俺の影が地面から剥がれた。影は本来の形から裂け、別の人の形に変わっていく。背中から引きずり出されるように、俺の影の半身が地面の方へと倒れた。影の半身は俺を見上げ、泥の口を開いた。帰った。その瞬間、穴の中の影が俺の足首をつかみ、全力で地中へ引きずり込んだ。泥が波のように沈み、土と霧と冷たい空気が一気に押し寄せてくる。体の後ろ半分が穴へ飲まれた。地面の縁へ必死で手を伸ばすが、指が滑る。背中のそれはもう、俺の肉の外側に完全に出ていて、影の形のまま俺を押し込むように乗っていた。地面に残せたのは俺の腕だけだった。最後に見えたのは穴の縁に引っかかった俺の手首が影の腕につかまれ、音もなく引きちぎられる瞬間だった。そして土が閉じた。後には杭の抜けた穴だけが残り、そこに俺の手首が転がっていた。翌朝、ドライブインの街灯が照らしたその手首の横には、新しい杭が一本立っていた。杭の表面には、薄くこう刻まれていた。次のものが抜くまで。